燃えるゴミも粗大ゴミも半々グレーだなって思う。ちょっと下痢になるぐらい。ほんのちょっぴり食べるって。急に口に入ったらどうしようって思いますね。おお、結構長くなったね。今朝はゴミ捨てからスタートです。はい。この前のね。この間解体したね、戸棚。結局捨てることになったから。一部使ったけどね。ああ、一部使ったね。サイクルしたね。うん。今から向かいまーす。はい。燃えるゴミも粗大ゴミも半々グレーだなって思う。あとはトルクレンチで締めれば終わりだそうです。まだ800円きり飛んでいる。あ、そうなの？大きさ的にでも1回か。1個しかないね。日本厳しくないだろ。無理だね。逆にボックスがなければいけるかもしれない。でも面で支えた方がいいよ。K だったら日本を買えば。そうだね。17か。めっちゃ楽。楽だけど1本だから。まあそうだけど。でも1本そんな下っけこれに乗っけんのにさ。おいしょって乗っけた。ただいま。はい。楽でしたか。楽。ここ上げないとさ、私の力じゃここまで持ち上がらない。大変なのはもう上げる時ぐらいだった。はい、いってらっしゃい。はい。これ結局使わなかった。結構重い。ゴミ捨ててきた後はこんな感じになりました。だいぶすっきりしましたね。
後でここのやつも薪にしていこうと思います。あっちに薪にしなきゃないのまだまだ眠ってるんですけど、直樹がちょっとずつ掘り出しています。白菜、どれが一番でかい？これか？どれでしょうね。小さでこれかな。小さでこっちか。だな、手前側の方だね。いい？はい、いいよ。これどこだ？あ、取れた。取れた。あ、巨大。巨大だな。あ、どうもどうも。白菜星人。次は玄関の下ですね。光が差してるんで、この隙間を埋めます。前に購入してた杉の長板ですね。薄い。これを使います。ソファーの裏の隙間、なおさんの力作。力作じゃない。ざっくり埋めました。ざっくり。DIY が大体でいいんじゃない？なるほどね。その略ね。大体でいいんじゃないっていう略ね。うん。何ですか？塞がればいいんですよ。とりあえず。はい。あるまでこれね。ピンクの隙間から。なおさんの方に一直線かもしれないね。直樹さんに出る。やばい。いや、違かった。ソファーに行った。よいしょ。周りを見てるんだって。下がデコボコしてるんで、これで線を引いてデコボコに合わせたいと思います。え？監督監督してるじゃないですか。そこの角っこやるときにさ、長くないと当たってあれだったんだよ。ああ、できなかったね。そう。あ、ちゃんと予備違うビットも持ってきた。さっきまでつけてた。ああ。それでとりあえず面は埋まったっていう。
面を。こういうバージョンはそっち夜間締め切りで冬の間は夜間は閉鎖になりますね。成功するかわからないチャレンジ。開けてきてる。ちゃんとくっつかないね、このホイールで。聞いて。まだ早い。まだ早い？まだ早い。マジで太いなこの防風林の。全然引っ張り出しても減った感じしないよね、あれね。減ったっていう。ここね、入ってもすぐやっぱり落ち葉たまるんですよね。なぜ上に木ががっつりかぶさってるから真下だから。山桜ここまで太いのってさないっすね。ね、普通倒れちゃうんですもんね。俺の山にも全然ない。なんで桜はね、根があんまり張りにくいからできればあとここら辺にスケボーを。あれキノコだよね葉っぱじゃないと思うよ。キノコだね。あ、いるじゃん、キノコの人。キノコの先生。ね、せいくん、これってさ、毒キノコだよね。あ、怪しい。キクラゲの可能性もあるよ。マジで？冗談で言ったの。キクラゲっぽいよ、なんか。まさかのキクラゲ。じゃないよ。え、何？二人にキノコのお土産持ってきたのを。あ、そうですか。忘れた、持ち帰るとこだった今。ちょうどよくキノコの笑いが出てよかった。キクラゲっぽいよ。ちょっと俺も図鑑とかで調べないとわかんないんだけど。シェイ君の音をちょっと食って確かめるとちょっと下痢になるぐらい。ほんのちょっぴり食べるって。確かに言ったらどうしよう。俺腰油だけ俺の山にないんですよ。あ、そうなんですか？何個か植えてんだけど、どれが腰油か俺腰油だけ分かんなくて、ここの防風林みたいなこの中だけで山菜は全部育つから。おい。今度ほんと白気の種ちょっと渡しますね。なんかね、俺ね、増やし方分かったのよ。苦栗は食べれないやつ？そう、なんかね、あ、これもそうかな。あ、でもどうなの？苦栗だった？おお、結構長くなったね。ちょっと蛇行してるけど、なんか太そうな感じ。おお、まっすぐだね。立派だ。でっかいのかなこれ。わからないけど、でっかい方なんじゃないかなとは思う。それが一番でっかいかな。一面の雪景色です。うお